こんにちは、木下ゆいかです。今日はね、じゃーん、ペヤングの新商品、超大盛りギガマックス納豆キムチ味を食べたいと思います。で、それをですね、1、2、3、4、5箱ですね。今回もですね、これカロリーが1875キロカロリー1箱にあるって書いてありますね。で、1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る恐れがあります。はい。上回ってますね。ではこういうね、大食い YouTuber にね、もってこいの商品をいつも開発してくださるペヤングさん、いつもありがとうございます。いつかお仕事を一緒にしたいですね。じゃあ作り方いきたいと思います。じゃあ中身を見てみましょう。でかいですね。私の顔の見栄えあるんじゃないかな。はい、遠近法です。ちょっと寝起きなんでね、今日声が枯れてますね。はい、中身こんな感じですね。ここに仕切り口があって、私はね、大量に作るんで使わないんですけどね。蓋開けるとこんな感じになってます。で、中身は麺が2つ入ってますね。4人前ぐらい入ってるんじゃないかな。で、このキャベツたっぷり。あ、これが火薬ですね。揚げ玉みたいに見えるけど、よく見たら納豆の乾燥させたやつです。で、そしてソース。じゃあ作っていきたいと思います。じゃあ麺と火薬を茹でます。まずキャベツはね、もう全部一緒に入れちゃいましょう。ここにね、一つのこうで麺を投入します。はい、やっぱり入らないですね。茹で上がってお湯を切ったらソース入れます。なんか辛そうなソースですね、これ。なんか韓国料理っぽい匂いがする。なんか美味しそう。この納豆の火薬は後乗せです。はい、すごい。なんかピーナッツみたい。見える変なの変なやつもちょっとだけくるね。見えるはちょっとね、変色なんですよ。はい、じゃーん、麺が茹で上がりました。トッピングもね、いろいろと用意しました。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。確かに納豆の香りですね。でちゃんと糸引いてる。あ、美味しいです。なんかそんなに納豆の香りとかあんまないです。食べやすいですね。なんか普通に美味しい。でちょっと口の中に噛んでるとこれがネバネバってする。なんかピーナッツみたい。しけったピーナッツみたい。言い方が悪いわ。はい。でちょっと納豆感がね、私的に足りないかなと思うんで、はい、トッピングしたいと思います。でもこのままでもね、普通に美味しいです。はい、じゃあまずこの真ん中にちょっとスペースを空けて、じゃん、納豆ですね。じゃあこれを混ぜます。わー、糸引いてる。わー、うわー、糸引いてる。美味しそう。じゃあこれをかけます。リアル納豆。フリーズドライ納豆とリアル納豆が今ここに一つに。で、ここにじゃーん、キムチ。納豆キムチ美味しいですよね。私は好きなんですよ。はい、まるで鳥の巣のようになっていますね。で、ここにじゃん、卵黄。鳥の卵、完全に鳥の巣だ。おお、おネギもちょっと飾ろう。はい、いい感じかと思われます。わーお、めっちゃ美味しそうです。めっちゃ美味しい。キムチと納豆が最高。てか私納豆大好きなんですよね。だからこれ超美味しい。ペヤングさん納豆成分足りないですよ。もっと納豆入れてほしかった。まあね、納豆はね、リアル納豆をね、普通に買って入れましょう。納豆どこでも売ってますからね。ネギつけるよ。ネギがいっぱい入ってる方が美味しいですからね。あ、そうだ、忘れちゃった。今日のドリンク、もう糸がすごい。今日はですね、伊藤園の多いお茶、カフェインゼロ。やっぱ流行ってるんですね、最近。夏だからカフェインゼロが水分たくさん補給するから、カフェイン入ってないのがいいのかな。これなんか、ペットボトルの周りにこの水がつく感じも夏っぽくていいですね。美味しそう。多いお茶に関してはカフェインゼロにするとちょっと味薄くなりますね。
なんか優しい多いお茶って感じ。私はカフェイン入ってる方が好きだな、多いお茶は。うん、美味しい。うわー、最高ですね。納豆がボロボロ崩れていく。もう納豆ってね、この旨味にね、言い間違えた。納豆ってね、この粘りに旨味が詰まってるんですよ。こういう間違いしがちですよね。納豆ってこう糸引かせれば引かせるほど美味しいんですよね。ちょっとですね、ここでコチュジャンを入れてみます。合いそう。うん、美味しい。これは生姜も合いそうだな。あー、辛い。ちょっといいです。ちょっとなんか固まりすぎてるコチュジャンが伸びにくいんですよね、焼きそばだから。美味しい。ちょっと卵も足します。ちょっとコチュジャンがね、辛すぎる。コチュジャンだけ入れると結構このね、ペヤング自体結構今回なんか味濃いんですよ。だから味は合うけどちょっと濃いすぎる。いい感じです。私のチョイス間違いない。よし、ちょっと合うかどうかはよくわかんないんですけど、ここにわさびも入れてみます。いや、からしくかわさびどっちがいいか。からしの方が合うかもな。もともとコチュジャンっぽい韓国っぽい味ではあるんですよ。だからそこからあんまり変化はない感じで、それに何が合うかなっていう話なんですよね。納豆といったらからしかわさびかなと思って用意してみたんですけど、合うかな。からしの香りがいい。美味しい。やっぱ納豆とからしは合いますね。辛い。めっちゃ辛い。口が痛い。美味しい。皆さん、セミの声が聞こえますか？もう夏ですね。じゃあ最後の一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。今日はですね、今からデザートを食べたいと思います。じゃん！貴族の食べ物、ハーゲンダッツです。ハーゲンダッツを食べれるようになったら一人前だぜ。あ、そうそうそう。ハーゲンダッツのね、ラムレーズン味。これ、ラムレーズン味って、なめちゃった。ラムレーズン味。これ、新発売です。ラムレーズン味ってなんか言いがちな気がする。ラムレーズンのズンにね、ちょっと引っ張られるんですよね。これ、ラムレーズンって紫やっけ？美味しそう。美味しい。レーズンバターって食べたことある人おるかね。あれ私大好きなんやけど、あれにちょっと味が似とるかな。塩のアイスバージョンって感じ。美味しい。ラム酒が効いたレーズンがハーゲンダッツの美味しいアイスに入っていますよっていうやつですね。神ですね、やっぱりハーゲンダッツは。この暑い夏にさ、このハーゲンダッツを食べれる幸せ。マジハーゲンダッツってなんか幸せになれるわ。結構レーズン入ってますね。細かく切ったラムレーズンが入ってる。意外となんかまんま入っとった。美味しい。ハーゲンダッツってさ、コンビニで買える贅沢ですよね。でも愛はコンビニでも買えるけど、もう少し探した方がいいんだよ。わかる人おるかな？コメント欄に期待。ハーゲンダッツはね、コンビニで買っても大丈夫です。最後の一口いただき。ハーゲンダッツ。ごちそうさまでした。ペヤング納豆味とオー
いお茶のカフェインゼロ、ハーゲンダッツラムレーズン、めっちゃ美味しかったです。ペヤングってね、個人的にはトッピングした方が美味しいなと思うんですよね。今回いろいろやったキムチ、納豆、卵の黄身、あれはね、すごいよくさらに美味しくするトッピングだと思います。卵入れるとね、美味しいけどね、味がね、ちょっと薄くなっちゃうからね。だからちょっとトッピングで味を足してあげるとさらに美味しくなりますね。その伊藤園のカフェインゼロ多いお茶、私的には普通の多いお茶の方が美味しいかなと思ったんですけど、飲みやすいですよね。けどハーゲンダッツラムレーズン、もうこれは言うことなしに美味しいです。ハーゲンダッツに間違いはない。ハーゲンダッツを信じて生きよう。じゃあとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん、周りの大切な人や自分を守るためにもソーシャルディスタンス、マスク、うがい、手洗いなど対策をしっかりしてね、毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。